こんにちは、オランジェリーのミカです。今日はブッタークーヘンを作っていきます。ブッター、バター、クーヘン、お菓子ということで、まるでお菓子のようなバターがじゅわーっとした感じのドイツの発酵菓子を作っていきます。今回のパンのポイントは、厚さを均一にして生地を伸ばすというところです。では一緒に作っていきましょう。はい、ではミキシングをしていきます。まずですね、粉類をよく混ぜていきます。はい、混ぜましたら牛乳と卵を加えていきましょう。はい、ここは手早く混ぜていきます。はい、粉気がなくなってきましたので、テーブルに生地を出していきます。まだ混ざりきってないので、もう少ししっかり材料を混ぜていきます。はい、手と一緒に生地が戻るようになりましたので、転がしていきます。右手で左奥行って戻ってくる、左手で右奥行って戻ってくるという感じに V の字を描くように力強く転がしながらこねていきましょう。で、弾力が出るまで続けていきます。はい、弾力がだいぶ出てきましたので、グルテンチェックをしていきます。はい、引っ張ってみます。今日の生地は硬い生地なのであまり伸びませんが、弾力がしっかりあれば OK です。はい、そしたらこちらバターを混ぜ込んでいきます。入れやすいようにバターを細かくカットしていきましょう。で、生地を少し広げて、そこにバターを入れて茶巾状に包みましたら、遠くまで生地を伸ばしながらバターを混ぜ込んでいきます。はい、バターが混ざりましたので、こね上がりにしていきます。はい、生地を丸めていきます。はい、閉じ目を下にしてボウルに入れて、乾燥しないようにラップをしたら30度で40分見ていきます。室温で発酵させる人は暖かいところに置いておきましょう。生地が 1.8 倍から2倍ぐらいになるまで発酵させていきます。はい、時間になりましたのでフィンガーテストをしていきます。人差し指の第2関節までお粉をつけてあげたら横からぐさっと指を刺してあげてください。穴の大きさが変わらなければ発酵完了です。そしたら生地を出します。で、軽くガスを抜いて丸めていきます。ゆるい丸めで OK です。乾燥しないようにふんわりラップをして10分置いておきます。ここでお知らせです。こねずに生地を伸ばすだけ、家庭の電気オーブンで作る超本格パン、タッパーで始める効果水パンという本を柴田書店から出版しました。はい、では成形をしていきます。軽く打ち粉をします。で、閉じ目を上にしてテーブルに置きましょう。はい、そしたら綿棒で伸ばしていきます。あまり大きく伸ばしすぎないようにしてください。厚みが足りないとちょっと美味しくなくなっちゃうので、20センチぐらい伸ばしていきましょう。はい、そしたらオーブンシートに移していきます。35度で15分発酵させていきます。室温で発酵させる人はふんわりラップをしておいてください。で、もうオーブンに余熱を入れちゃいましょう。180度で余熱を入れておいてください。最終発酵完了しましたので、最後の仕上げをしていきます。指にお粉をつけてもらって、ポコ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 穴を開けていきましょう。下までいっちゃって OK です。周り1センチはしないようにしてあげてください。で、ここにバターをのせていきます。はい、そこにアーモンドスライスをたっぷりのせていきます。
トをパラ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 とね、ちょっと多めにかけてあげましょう。180度で15分焼いていきます。はい、焼き上がりました。美味しそうに焼き上がりましたよね。はい、こんなに厚みが出てきます。これで完成です。はい、ではカットしますね。でこういうパンはですね、ちょっと笑っちゃったんですけど、パンナイフで切るよりハサミで切った方がね、切れやすいですので、ハサミで切っていっちゃいます。ケーキみたいにね、切ってあげるといいですよ。ちょっと落ちちゃいましたけどね、ふっかふかです。はい、こんな感じに出来上がります。作りたい、作ってみましたとコメントをもらえると励みになります。もっと詳しくパン作りを学びたいという方にはオンラインレッスンもご用意しております。詳細は概要欄をご覧ください。ご紹介した本に載っているルールを作って SNS にぜひアップをしてください。タッパー高負荷水松尾美香をタグ付けしてくれた方にはフィードバックをします。ぜひ作ったパンを見せてください。ではまた。